愛媛を走る人気の観光列車、伊予灘物語に乗ってきました。JR 松山駅は2024年9月24日に71年ぶり、全面リニューアルしました。新しい駅舎は旧駅舎を通り抜けたその先にあります。以前のホームや列車が走っていた線路の一部が今は新しい駅へとつながる通路になっています。新しい駅舎は愛媛県産の杉やヒノキが使われていて、道後温泉本館の唐破風屋根をイメージしたデザインになっています。今までなかった自動改札が新たに導入され、現代的な駅に変わりました。列車が出発するまで少し時間があったので、駅構内に新しくできた商業エリア、松山段々通りに立ち寄りました。愛媛の特産品や飲食店が集まるスポットです。さすが愛媛。オレンジジュースの種類が豊富です。道後ビールなどの地酒はお土産にもぴったり。そして愛媛といえばじゃこ天。揚げたてのじゃこカツを買いました。サクッとした衣にふわふわのすり身。じゃあこの旨味が口の中に広がって美味しかったです。今回乗車するのは13時31分発八幡浜行きです。伊予灘物語は1日4便運行しています。予約は乗車の1ヶ月前の10時から可能です。列車内での食事も同じく予約が必要で、乗車券とは別に食事券を購入する必要があります。ホームに上がると、かわいい電車発見。みきゃん、南予のキャラクターが描かれた。お散歩南予号です。優雅なメロディーに包まれたホームに、伊予灘物語が入線してきました。伊予灘物語は全3両編成。2024年7月に10周年を迎えました。3号車は2名から8名までの貸し切り専用車両で、完全プライベートな空間です。2号車の座席はペア向けの配置になっていて、愛媛の名産であるみずみずしい柑橘をイメージした車両になっています。1号車の側面には素敵なメッセージが書いてありました。では、1号車に乗り込みましょう。おしゃれなカフェレストランのような空間です。右側2人席は一段高くなっているので、反対側の景色が見やすくなっています。そして列車特製のお食事も楽しみの一つ。松山市の人気フレンチ、レストラン門田が手掛けるコース料理がいただけます。照明をよく見るとみかんの形になっています。西口側もこれから再開発が進んでいくんでしょうね。アテンドさんや一般の方たちが温かくお見送りしてくれていました。
これから約2時間の列車の旅が始まります。窓の向こうに見えてきたのは松山中央公園。武道館や坊ちゃんスタジアムがあります。プロ野球の公式戦が開かれたり、ヤクルトのキャンプ地にもなっています。伊予市にある四国旅客鉄道の車両基地。かつて松山駅に併設されてた松山運転所は、高架化工事に伴い南伊予駅付近へ移転。南伊予駅は愛媛県内では29年ぶりに誕生した新しい駅です。最初に出てきたのはスープ。香ばしくまろやかなお味。子供から年配の方まで手や旗を振って歓迎してくれています。鉄道会社から言われてしているのではなく、住民の方たちが自発的に始めたそうです。黒い箱をパカッと開けると、きれいに盛り付けられた冷製料理が登場。窓の外に海が見えてきました。伊予灘、この旅の主役とも言える景色です。波がほとんど立たない穏やかな海。ここ伊予市の沿岸は日本の夕日100選に選ばれていて、夕方になると絶景が広がります。途中でタルトケーキが出てきました。そして列車はドラマや CM のロケ地として有名な下灘駅に停車します。駅にはたくさんの人が集まっててびっくり。この駅で10分間ほど停車します。目の前には伊予灘の海と空、そして赤い車体の列車が映えます。下灘駅は無人駅です。切符購入しなくてもホームに入れるので、駅舎に貼ってあるような写真が撮れたり、観光列車も近くで見ることができます。この場所だけの特別な風景に思わず何枚もシャッターを切りました。車内に戻ると飲みかけの紅茶にラップをかけてくれていて、その優しさに心がほっこりしました。下灘駅を後にして列車がゆっくり小村川橋梁の上を走ります。車窓の先に海が一気に広がって、まさにシャッターチャンスの絶景ポイント。窓の下には打ち寄せる波。海と空に囲まれながら列車はその中を走っていきます。伊予灘物語の旅の中でも海の上を走るような感覚が味わえる、そんな特別な場所でした。1号車の先頭部分に行ってみると、正面にまっすぐ伸びる線路と目の前に広がるコントラストが最高でした。温かい料理が出てきました。ほっとする一皿。北灘駅はホーム上に大洲市と伊予市の市境が白線で引いてあります。看板の絵は
2つの死にまつわる伝説をアテンダントさんが描いたそうです。乗車記念としてパネルを持って写真を撮ってもらいました。大津の肱川あたりで食事の締めのコーヒーが出てきました。五郎駅は駅舎のないホームだけの駅です。タヌキとハロウィンの可愛い姿をした住民の方がお出迎えしてくれました。遠くに見えてきたのは大津城。木造で復元された全国でも珍しいお城。ちょっと遠いけどお城の高台から旗を振ってくれている方々がいました。伊予平野駅で少しの間停車しました。この駅では獅子舞のおもてなし。出発するときには子どもたちや地域の方々が元気よく手を振ってお見送りしてくれました。2号車と3号車の間にトイレ、洗面があります。洗面台のあたりにハガキとスタンプがあって、記念に持って帰りました。貸し切りの3号車はこののれんの奥です。ここから先は特別な感じがしますね。あれ、確か五郎駅にいた子供たちもいる。武部さんって乗車してる方かな？沿線の家の2階から手を振っている方が。よく見ると、なんとワンちゃんの姿も。車内では、かわいいと皆さん、笑顔になってました。本日もご乗車誠にありがとうございました。楽しくてあっという間に感じました。まもなく終点八幡浜駅到着です。携帯電話をお見上げください。終点八幡浜駅到着です。お忘れ物ご注意ください。または待合室の方でお待ちください。駅周辺には特に観光するところはないので、帰りの電車の時間まで駅構内で待つことにしました。すずめの戸締まりに登場したあの椅子が、思わぬ形で聖地巡礼できちゃいました。道後編の伊予灘物語が出発。今度は私たちがお見送りする番です。宇和海22号のアンパンマン列車で松山駅まで帰ります。伊予灘物語は絶景だけじゃなく、地域の人たちとの触れ合いがある温かい列車旅でした。